10月に東京国立博物館平成館で開催される特別展は、京都の洛中洛外図と障壁画の美という難しいタイトルがついてますが、優しく言えば龍安寺の石庭のことなんですね。でこれを 4K×3 面のマルチ映像にして、そしてゆっくりと坂道を下りながら四季折々の動画のそれこそものすごく 3D っぽいですね映像を楽しみながら京都の龍安寺に行ってるような気分になれるということです。そしてそのお庭が石がですね16個ですか、まるで海の中に浮いている島のような見立てで、小さな石がいっぱい置いてあるわけですが、その上に風が吹いたり雨が降ったり、そして花が咲いたり鳥の声も聞こえてきますね。そうするといよいよ秋になってくると少しずつですね、龍安寺のお庭の上のもみじが赤くなってくるのです。そして赤くなって左側の方は、黄色いイチョウみたいなものが両方見えてるんですけれども、そのうち風が吹くともみじがパラパラっとですね、舞い散るように龍安寺の石庭の上を赤いもみじが日ごとにその埋め尽くしていく、そういう風景を、時間をコマ落としのように見せてくれて、やがてそれは、冬枯れの景色に変わっていくのですね。そうするとしんしんと雪が降り積もって、まるでその今まで見えていた石が真っ白の島の上に雪がかぶるというような風景に変わっていきます。でデジタルカメラをここでたくさん使ってるんですけれども、とても素晴らしいカメラをセッティングしたままずっと撮り続けているので、1年間撮り続けているので結果として最高の先進技術と、古いこの龍安寺がもうマッチングしているこの素晴らしさというのは、確かに京都に行ってそこで座って龍安寺の石庭を見るのもいいけれども、実は私たちは限られた1時間ぐらいそこに座っているだけで、それ以上長く龍安寺に座って一日中ぼーっとしている人を見かけたことはありません。なぜかというと、現代人の持っている時間の流れというのは、最高で1時間、短い人で2 3 0分でトコトコ歩いてですね、龍安寺、これが龍安寺の石庭ね、分かったわって言ってバチッとですねスマホを撮って終わりですね。そして、そこに飾ってある、障子なんですけど、襖なんですけど、実物見ると色が真っ暗で周りの景色も暗くて何を描いたものかよく分からなかったりします。そしてハイシーズンになるとお客様が多いもんですから、もうわわと人だらけで、そこで何かゆったりとその禅の龍安寺ですから座禅を組むような静寂の中でそれを味わいたいなと思っても、そんなことしてたら他の人に迷惑になってしまうので、そういうわけにもいかないのですね。ですから、このデジタルカメラで、横幅16メートルのスクリーンで上映しているのを見るというのもまた本当に素晴らしいものだと思いました。で私はやはり日本人の素晴らしさっていうのはですね、花が咲くところだけをめでるのではないっていうところがすごいなと思うんですよね。例えば、バラの花、バラ園なんかに行きますと、枯れかけたやつはどんどんつまんじゃって、これから咲くものだけを見せようとして毎日お掃除をする時は何を掃除してるかというとですね、枯れたものをちょん切って、新しく咲くのだけに目を生かせるようなバラ園なんですね。ですからバラにしてもそれほど枯れる時美しくないんですよね。それはバラを育ててる人だったらわかると思います。けれども桜にしてももみじにしても、こう風が吹いて雨が降って、そして龍安寺の真っ白なお庭にそれがハラハラと落ちていくっていうのもまた人間の儚さ、それから季節の移ろい、そしてどこに落ちるかは偶然なんですよね。ですから同じ風景を見てるようで毎年違うわけです。で赤い色もその年の気候によって夏から秋にかけての温度差が激しければ激しいほど、急激に温度が下がれば下がるほど赤い色は美しくなります。
でこのデリケートな温度変化というものによって、葉緑体が全部なくなってカロチノイド系の赤い色だけが残ると、これが美しい緑からオレンジ色での変身になるわけですね。だけどよくアメリカやカナダを旅行した人たちがメープルや、日本のカエデや、それから日本のモミジを鑑賞した後でずっと長いドライブをすると全然綺麗じゃないのよねっていう話をします。どこまでも行ってもなんとなく褐色なのよね、真っ赤な日本のモミジはどこにあるのと。だから改めて日本のモミジの日本中の列島全部が真っ赤に染まる。これは日本の季節が急激に、鶴瓶落としという言葉があるんですけど、井戸のそこに、水汲みの桶があるんですけど、それに紐がくっついてるんですが、ポーンと落ちるように急激に温度が下がる。この温度変化の激しさが日本の秋の特色だろうと思われますが、それによってモミジの紅葉が美しくなる。でそれはもみじ前線という言葉があるように、北海道からスタートしてどんどん京都の方は11月の中旬ぐらいでしょうかねからそれよりもうちょっと深まって12月の頭にはみんな枯れてしまうと。こういうのが年によって違いますけれども、いずれにしても、テレビを見ているともみじ前線、それから春は桜前線、今度は下からどんどん開花が始まっていくので、沖縄が2月3月、それから九州に桜の花が咲くとその次に大阪、それから東京に桜の満開の日がいつからいつまでというふうにして、最後は北海道ですね、5月というふうに前線は上がっていきます。だから日本人であることっていうのは、そのように秋のもみじも東京で見損ねたら東北まで行けばまだ見られるというですね、そういうのもあるんですけれども、いずれにしても何か楽しいですよね。この龍安寺の石庭に落ちる一枚のもみじの中に、人間の命の短さ、限定された儚さでも落ちてもそれが死というものを絶望とも捉えないし汚いとも捉えてないんですね。落ちたもみじはまたそれなりに美しいじゃないのということが日本人の考え方です。だからその中に善の心、人間の一生というのはあって当然で、四季折々変わるけれども、また冬もまたよしで、冬で自分の命が枯れてもまた春来るよみたいなですね、そういう輪廻転生のようにぐるぐる回ってる、そのことをまたこのお庭の中に描いているのかなっていう気がするんですね。そして、どれが一番素晴らしいっていうのがない、そのことがこのお庭が教えてくれることだと思います。つまり生まれたての赤ちゃんがいいとか、青春が最高、もし青春が最高だったらそこから先は何ですか、ゴミですか、余り物ですか、シワが増えるだけであと残りが死しかないのかなというふうには東洋哲学や東洋人の死生観は教えてないんですよね。それを教えるとか教わらないとかそんなものではなく、ただ普通に四季折々を眺めていれば普通に分かることなんです。それは四季があるからだと思うんですけれども、だからこそ日本人は意外なほど楽天的なんです。特に江戸っ子は楽天的なんですけれども、おじいちゃんおばあちゃんが出てきてもご隠居さんだったりですね、昔話のおじいちゃんおばあちゃんは必ずですね、なんかどっかで赤ちゃん拾ってきて育てたら素晴らしい子だったみたいな話があるんですが、年寄りの話もいっぱい出てきます。でも普通今のテレビ見ると年寄りが主役のドラマなんかないんですよね。みんな18、19、20歳の人が主役で、30になると主役交代で若い人にその主役を譲らなければならないというふうな、宿命のようなものがテレビにはつきまといます。だから、そうではないことを教えてくれるのが龍安寺の石庭であって、どれもそれぞれに美しいということになると、これはまた私たちが、お庭一つを通して、死生観まで教わるということなんで、本を読むより早いわけですね。そういった意味で日本の秋は素晴らしいし、一度おいでになって、東京の国立博物館に来るのもいいし、京都の龍安寺に直接行くのもいいけど、でも私は秋は
そんなことよりは、そんなところで哲学ぶるよりは、まず自分で東北地方なりをですね、ずっとどっか田舎に行ってもみじをたくさん見ていただく方が本物の秋を楽しんでいただけるんじゃないかと思います。そして龍安寺のおすすめは実は冬なんですよね。冬になると誰も来ないから。そして私家族と一緒に龍安寺夕暮れ時に来ましたが、誰もいない寒い寒い龍安寺は、底冷えがして、ミシミシと音がして、でもとっても静かで素晴らしかったです。でその後ですね、近くの龍安寺の近くに、たくさん湯豆腐屋さんがあるんですね。そんな高くないんです。で湯豆腐屋さんに行くとですね、なんかこたつがあって、その上でクツ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 とですね、湯豆腐を大きな昆布で煮たものを、シンプルな料理なんですけど、それだけをいただく、とってもシンプルな湯豆腐料理、これは冬最高の料理ですけど、これを味わっていただければ本当に素晴らしい、冬もまたよし、人生の最後かもしれないけど、冬はとっても素晴らしいのが日本の龍安寺なんじゃないかなっていうふうに思います。